こんにちは、ひまわり花子です。今回は、これから好転することを占います。早速ですが、次の選択カードからお好きなカードを一つ選んでください。3択です。山、コウノトリ、船になります。ルノルマンカードの山を選んでいただいた方のこれから好転することを占います。今回は選択肢のカードを過去として、まずルノルマンカードでこれからどんな風にあなたが好転していくのかを見てみましょう。過去の山は挑戦したいことや障害、大きな仕事などを表します。現在にはユリのカードが出ていて、平和な日常、長年のなどを表していますので、合わせて考えると、あなたは毎日の平和を守るために今までやりたいことがあってもあえて挑戦してこなかったことがあるようです。または言い方が悪いかもしれませんが、邪魔者がいてできないことがあったかもしれません。それで未来のカードで好転することを見ますが、犬のカードが出ていますので、現在のポジティブカードのユリと犬のカードで誰かからのサポートが受けられるという意味がありますので、これまで通り堅実に誠実に生きていると、あなたは未来に仲良くなれる友人ができたり、昔からのあなたの理想や希望を叶えるために誰か手伝ってくれる人が現れるかもしれません。よかったですね。タロットカードでは現在のあなたの深層心理について見てみました。ソードのナイトは勇敢さ、ストレートにポイントを作る、専門家として探求するなどの意味があります。カップの8の正位置は次のステージに進む、答えを探すなどの意味がありますので、合わせて占うと、あなたが毎日の生活や仕事に疲れを感じていたとしても、これから好転をする運気をうまく使って先に進みたいと思われていて、もうあなたはルノルマンカードで占った友人やサポーターなどと出会えているのかもしれませんね。今あの人かなと思う人がいたら、きっとその人がそうだと思いますよ。最後に50番のオラクルカードで、そんなあなたにアドバイスをもらいました。魂のレベルが工事の存在から今のあなたへ送るアドバイスになりますが、ルノルマンカードで占った未来のような誰かからのサポートや愛情、友情はあなたがこれまで見ていた地図には載っていない場所へあなたを連れて行ってくれるので、もちろんその影響は受けてもいいのですが、あなたはあなたで常に自分の理想や希望、指針をまっすぐ持っていてくださいと伝えています。今していることは何のための行動なのか、自分や自分の家族、仕事のため、この目標を叶えるためなど、常に指針を念頭に置いて過ごしてくださいということでした。これは私ひまわりが占っていて思ったことなのですが、そんな大きなことはしなくても、例えば時短の家電製品をおすすめされて使ったらものすごく家事が楽になったとか、時間が空いたので好きなことができたなど、ちょっとしたことでもいいと思いますので、毎日をよりよく変化してみてくださいね。参考にしてみてください。ルノルマンカードのコウノトリを選んでいただいた方のこれから好転することを占います。今回は選択肢のカードを過去として、まずルノルマンカードでこれからどんな風にあなたが好転していくのかを見てみましょう。過去のコウノトリはライフスタイルの変化、海外、ギフトなどを表します。現在には狐のカードが出ていて、疑い、賢さ、専門職などを表しますので、合わせて考えると、あなたは賢いのでこうしたらいいのではないかということを考えるなど、すでに試してみたことがあるようなんですね。また、コウノトリは狐のずる賢さをやっつけて、狐を素直ないい子に変化させられるようですので、現在までにあなたは自分に素直になって何かを変えた可能性があるでしょう。それで未来のカードで好転することを見ますが、怒りのカードが出ていますので、現在の素直な狐と怒りのカードで素直になって資金面や愛情面、仕事などが安定すると読めますので、
あなたはこれから自分の良い心と向き合いながら進んでいけば好転できそうです。良い物件へ引っ越しをしたい、海外へ旅行に行きたいなど、今のあなたの心が求めている変化をすると、あなたが安定できるでしょう。タロットカードではそんな現在のあなたの深層心理を見てみました。魔術師の聖一は口にしたことをやってみる、すでに分かっていることでも確認する、自分の力を使うなどの意味があります。ワンドのナイトの聖一は出発する、人を魅力で引きつける、遠慮なく話すなどの意味がありますので、合わせて占うと、以前こうなりたい、こうしたいと思っていたことでまだやっていないことがあったら、集中できる環境を作ったり、自分の持っている魅力を使ってアピールすることは有効です。どちらのカードも生み出したりパワフルなカードなので、あなたの中には今前向きな気持ちがあるようなので、それを素直に表現すると、ルノルマンカードの言っているように、あなたは好転できるでしょう。最後に48番のオラクルカードで、そんなあなたにアドバイスをもらいました。魂のレベルが高次の存在から今のあなたへ送るアドバイスになりますが、ルノルマンカードで占った未来のような資金面や愛情面、仕事の安定は、あなたが毎日を過ごす中でひらめいたことを漠然と思ったことが今叶いやすいタイミングですと伝えています。あまり具体的な計画はいりませんので、そうなったらいいなと思ったら、あなたの信じている宇宙だったり、神様だったり、親御さんだったり、信頼のできる上司などになんとなく言ってみるといいでしょう。あとは毎日を過ごしていればそれは叶うでしょう。願いの井戸というカードなので、井戸にコインを投げるような感じでいいようです。これは占っていて私ひまわりが思ったことなのですが、毎日ああしてほしい、こうしてほしいと言っている人は違うかもしれないのですが、例えば相手に聞かれた時に思っていたことを伝えたり、たまにこちらから言ってみたら叶う時ってあるじゃないですか。きっとあなたは今そんなことが起こるタイミングなのかもしれないと思いました。それなのでちょっとでもいいので、あなたの本心を言ってみるといいことがあるかもしれませんよ。参考にしてみてください。ルノルマンカードの船を選んでいただいた方のこれから好転することを占います。今回は選択肢のカードを過去として、まずルノルマンカードでこれからどんな風にあなたが好転をしていくのか見てみましょう。過去の船は出発、前進、取引などを表します。現在には庭園のカードが出ていて、社交場、イベント、団体などを表しますので、合わせて考えると、あなたは行きたいイベントや集まりがあるようです。または、現在参加しているサークルなどがあるようです。そちらに行くと、あなたはワクワクしたり、楽しいのでしょう。続いて未来のカードで好転をすることを見ますが、本のカードが出ていますので、現在の庭園と本のカードで、リアルでもネット上でもいいのですが、その場所はあなたの知りたい知識がある場所だったり、考え方があるところのようです。そこで勉強をすることが、あなたが今後好転をすることになるでしょう。船は海外も表しますので、異文化交流などへ参加すると、これまで知らなかった物事との出会いがあるのかもしれません。または知ったことを人に教えること、ブログなどへ記事を書いたりすること、インプット、アウトプットをすることも好転しそうです。タロットカードではそんな現在のあなたの深層心理を見てみました。ワンドの3の逆位置は希望が出てくる、先を予見したいが難しい、中心となる役割はまだしなくてもいい、などの意味があります。節制の逆位置は中庸を見出すことが大事なことではない、すべての側面が大事ではない、すべてを一つにすることは難しいなどの意味がありますので、合わせて占うと、今のあなたは一般常識が大事なのは知っていますが、重要なものやまんべんなくあるものには興味がないようです。ただ自分だけでは何も発展ができないと思っていて、自分の外から発信される特別なものを知りたいようです。
それなので自分の知らないことをイベントなどに参加されて知りたいのでしょう。最後に42番のオラクルカードで、そんなあなたにアドバイスをもらいました。魂のレベルが高次の存在から今のあなたへ送るアドバイスになりますが、今あなたには宇宙から様々なチャンスが差し出されています。小さく縮こまっていないで、もっと大きな世界へ出て可能性を広げてみてください。今は一匹狼でもいいのです。それでも自由に自分のアイデアを伝えてみることがあなたを好転させていくでしょうということでした。これは占っていて私ひまわりが思ったことなのですが、これからもどんどん新しいものが出てくるし、なくなるし、変わっていくので、結局自分に必要なものは勉強したり調べないといけないですもんね。あなたは今いろんなチャンスが到来しているので、やりがいがあると思います。毎日少しずつアップデートしていけたら、何年か先にはきっと素晴らしい自分になれていると信じて頑張ってくださいね。あと、チャンスは見過ごすと同じものは回ってこないので、欲しいものが自分に来たらキャッチしてくださいね。キャッチしてから周りに相談したり、どうするかを考えても遅くないと思いますよ。参考にしてみてください。